こういう人すごい印象に残ったなとか、まず覚えてもらうことが必要なんで、はい。この2つはやっぱりとっても大事ですよね。見た目でわざとインパクトやっぱ残してる人とか。こんにちは、ポンジです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい。ということで本日もよろしくお願いします。お願いします。本日がですね、個人的にもすごくお聞きしたかったんですけど、ビジネスマナー、ビジネスにおいて挨拶とか名刺交換とかって、モン社長的なコツみたいなのがあるのかなって思いつつ、何が重要なのか、どういう挨拶が良くて、名刺交換はこういうのが一般的にいいよみたいな、そういうのを改めて今の時点で聞くのはちょっと恥ずかしいんですけど。わかりました。はい、あればちょっと。まあじゃああれですよね、よくあるビジネスマナーっていうか、そうですね。挨拶とか名刺交換ですよね。はい。なんかビジネスマナー、じゃあこうだよとかっていうのはなんか僕が教えるのも変な。まあまあ確かにするので、まあ、せっかくだから挨拶とか、はい。名刺の渡し方、はい。要は人と初めて会う時ですよね。なんかそういう時にどういう風に例えば自分がしてきたかとか、じゃあ今まで僕が会ってきた相手の中でこういう人すごい印象に残ったなとか、それはなんでなんだろうなとか結構考えちゃう方なんで、そういうのをお話しできればいいかなと思ってじゃあ今日やりましょう。ありがとうございます。そもそも僕的にはあんまり挨拶とか名刺交換、特に名刺交換のことでそこまで重要なのかなって思ってたりもするんですよ。ああ、なるほど。名刺を持たない会社さんとかもやっぱ多いと思うんで、最近は。そういう意味では、なんか別にそこまで重要視してなかったんですけど、そこの点ってどうなんですか？名刺交換なのか、挨拶なのかは手法だと思うんですけど、まあでもやっぱり例えばですけど、相手が誰かにもよるんですけど、例えば営業、取引先とか、何かしらとにかく自分の仕事において、相手に有利にというか、何か買ってもらいたい。もしくは協力してもらいたい。いろいろあると思うんですよね。だからやっぱり結局、相手にどう思われるかとか、印象を残すとか、そういうことが大事だと思うんですよね。営業とかもそうですけど、まず覚えてもらうことが必要なんで、初対面としては、結局やっぱ相手の印象に残るかどうか、その印象はどういう印象か、こういうこと結構大事ですよね。僕はそういう意味ではとても重要だと思います。なるほど。それを軽視すれば軽視するほど、大体軽視する人は仕事できないと思いますけどね。本当ですか？なんで、もう一回言いますけど、大事なのは、相手に覚えてもらうということと、どう覚えてもらうか、印象をどうつけるか。この二つはやっぱりとっても大事ですよね。自分を思い返すと、自分が挨拶をするときとかって、僕は正直あんまり気にしてないと言ったら変ですけど、なぜかっていうと、僕名前自体が珍しいから、だいたい名刺交換して、名前の話題で5分続くんですよ。そっか。相手が年配の方だったらもう10分、15分続くんで、意外と困ったことないんですよね。だから覚えられなかったことがあんまりないので、僕なんか経営者だから、経営者の会合とか行くと、引っ越し会社の人ってなかなかいないんですよね。とか、若いとか、名前が珍しい。だから僕なんかの挨拶で行くと、はじめましてって名刺交換して、そうすると、なんて読むのこれって始まるんですよ。すいません読めなくてって言って、文字放送ではないんですけど、みたいな。文字清って言うんですって。へーっつって、誰がつけたのとか、どういう意味とか大体行くんですよね。で、そっから、引っ越しちゃってんだってなって、で、名刺もちょっと目立つというか、にしてるので、そっから話が広がっていくと、自分のストーリーとか、何を目指してるかとかって話すと、完璧に覚えてもらえるんですよ。そっか。だから、そんなに困ったことないんですよね。どう印象に残すかとかってあんまり考えたことが実はなかったんですよね。でもやっぱり逆の立場になって、相手をどう思ったかとか、覚えてるかとか、そういうのを考えると、結構ポイントあるんだと思うんですよね。僕が思うに、一つやっぱり印象に残る例としては、すごい目を見る人いますよね。目を見る。例えば、初めて会って名刺を交換しようと思った時に目の前に立ちましたと。その時にもうすごい眼力がすごいというか、じゃあ名刺ですって言った時にずっ
とこう目を見たから、で、名刺私交換し終わった後も話すときに、すんごいずっと目をこう、見るみたいな。威圧を与えちゃダメですけど、イメージって真剣だとか、こっちも油断できなくなるというか。なるほど。そういうのはすんごい印象に残りますよね。目力があるみたいな感じですね。目力ね。はい。だからやっぱりそれはいいなと逆に言うと、それだけでも印象付けられるじゃないですか。はい。まっすぐ目を見る。で、名刺交換で喋るときはなるべく目を今日見ると。興味ある人にはずっとそれですね。目をそらさないで話すことで、真剣さとか、自信とか、こう目力的なものですね。こう、あの人すげえ目力あるな、みたいな。自信ありそうに見えますよね。確かに。そうですね。見ることは必要かなと思います。あとは、第一印象で覚えられる工夫をした方がいいなと思うんですよ。工夫。先ほど言ったように、自分の名前は珍しいから、勝手にそれができてたんですよね。これ営業とかとっても大事で、やっぱ初対面の人にどう覚えてもらえるのかっていうのは自分でよーく考えた方がいいですね。これいろんな手法があるんですけど、わかりやすく言うと、名前で覚えられることは、名前変わってないと無理ですよね。で、名前変わってても、文字受けとは覚えられないんですよ。文字放送とも覚えられないんですよ。名前珍しい人、みたいな感じなんですよね。自分も多分そう覚えてるんですよ。だから、例えば僕だったら、引っ越しやってる人でしょとか、名前珍しい人でしょとか、もっと言ったらあの若い人でしょとか、僕だったら中卒の人でしょ学校行ってなかったやつでしょとか、なんかそういう感じで結果を覚えられてることが多いと思うんですよね。1回目はだから名前まで絶対覚えないんですよ。なので、だとしたら、じゃあどうやったら覚えてもらえるか。一つは、やっぱり見た目のイメージを工夫する。見た目のイメージを工夫。例えば、皆さんも思い浮かべてほしいんですけど、見た目にインパクトがある人って覚えますよね。確かに。そう、変わった人でしょとか、あの赤いメガネの人ねみたいなとか、髪の毛がなんかすごい特徴ある人でしょとかね。そういう見た目のインパクトか、もしくは自分から紹介をインパクトあるものにする。例えばだから僕なんか昔やってたのは、年齢が若い時、20前半の時とかだったら、社長の会合に行って、若いよねって絶対言われるんで、21歳ですとか、22歳ですとか、24歳です。むしろ言ってましたよね。それですごい若い子みたいなとか、21歳で起業しましたとかって。まあだから年齢層が高い会合行くとそういうふうに言うし、業界が違う会合で行くとしたら、引っ越し会社やってまして中卒ですとかね。人と違うことをわざと言う。なるほど。そういうインパクトあるフレーズを用意しておくわけですよ。なるほど。ポイントとしては、やっぱ珍しいとか、珍しい。人と違うとか、ギャップ。ギャップね。例えば、極端な話、こわもてな人だったら、可愛いエピソードを入れるんですよ。例えば、見た目すごいこわもてで、背も高くて、声も低くて、って言った時に、まあ、向こうも身構えるじゃないですか。この人ちょっと怖そうだなとか、その時に可愛いエピソード入れるんですよ。自分ぬいぐるみが好きです、みたいな。嘘でしょみたいになって、こわもてだけどぬいぐるみ好きとか可愛い人、みたいなこんな感じで覚えられるんですよ。なるほど。第一印象で覚えられる工夫をする。それは見た目の視認できる話か、ついプッてこう笑わせちゃうような感じとか。これを考えて自己紹介、をやる感じですよね。たまにそういう人いますよ、本当に。見た目でわざとインパクトやっぱ起こしてる人とか、結構計算してる人もいますし、逆にそれが良くてね、癖になっちゃってる人もいますけど、とにかく、そういう工夫を自分でまず考えるんですよね。でそういうふうにまっすぐ目を見る、第一印象で覚えられる工夫をする、そしたら結構相手喋ってくれるんですよ。これ相手に喋ってもらった方がいいですよね。自分が話すよりも。聞かれたらもちろん喋りますけど、だから質問投げかけたり、ね。で僕の場合はさっきも言った通り、名前が不思議だから、勝手に質問してくれるんですよ。そっか。で、一応答えますけど、結構喋ってくれるんで、喋ってもらう方がいいですよね。もしくは相手の質問に対して自分が一生懸命答える方がいいんで、それをやればいいと。なるほど。挨拶で大事にしてることを、主に3つですかね。1つ目は目を見る。まっすぐ目を見る、見続ける。で2つ目は、第一印象で覚えられる工夫をする。それは見た目なのか、中身、自己紹介なのかと。で、3つ目は相手になるべく喋ってもらう、質問してもらう。
僕も意外と初対面の人と人見知りなんで喋るの苦手ですから、ね。あ、そうですか。はい。意外です、なんか。めちゃめちゃ興味あったりとか、なんかめちゃめちゃ仲良くなって逆にあんま喋れないんですよ。へー。喋ってもらう方が楽なんですよ。ああ、そうなんですね。へー。名刺交換で大事にしてること、はい。なんか僕は昔すごいこう習ったことがあって、名刺は絶対に相手の名刺より下から出しますよね。ああ、なんかよく見ますね。何かの時にこういう話を聞いて、はい。相手を立てる。うんまあ相手がどんな立場であっても、まあ基本やっぱ謙虚とか、紳士だとかそういうことを大事にするので、その表し方として、名刺交換の時は必ず相手の下から出すと。それにこだわってる人が昔いて、なるほどと思って自分もそうやってたんですよね。でもね、やっぱ上手がいるんですよ、たまに。上手がいる。はい。上手がいるので、でもその上手に負けないやり方を僕は編み出して、基本的には絶対に下にから出します。ほぼほぼ 99% 僕は下から出します。それはどういう背景と意味があるんですか？だからやっぱ相手を立てる。謙虚とか。ね、例えば逆に自分が受ける側だったら、どうもつってこう渡されるよりも、私は何々の何々ですって言われた時に、名刺交換する時に、こうスッと下から出す時に、気づかない人もいますよ。気づかない人もいますけど、大体の人は、すいませんみたいな。でもそうですね。だからやっぱ謙虚な姿勢とか、ちゃんとしてるなとか。印象はいいですよね。なんかそういう定性的ですけど、そういう印象すごい大事なんで。で、実際そう思ってたりもしますし、それは大事ですよ。できる人ほどやっぱその気づくし、できる人もやっぱ名刺のそういう出し方とかやっぱりなんか分かってるというか、やってくる人多いですよね。できる人ほど。素晴らしいなと思う人ほどちゃんと出してくる確率が僕は高いなと思いますよね。で、逆に言うとやっぱすごい雑な人は、ちょっと残念な気持ちになるし、なんか仕事できないし、こういうの多分大事にしてないから、仕事もこんな感じなんだろうなってやっぱ思っちゃうんですよね。なるほど。僕は結構気にするから思っちゃう。だから、絶対じゃないんですけど、仕事ができればできる人ほど、そういう名刺の出し方とか、仕事ができるというか、仕事が丁寧な人とか、細かいところに気がつく、気配り、目配り、心配りみたいなのができる人は、名刺の交換の仕方一つでも結構きちっとした人がやっぱ多くて、なので逆を言うと、そういう人に対しては、自分がこの名刺交換一つのことにおいても、プラスが出る可能性かマイナスが出る可能性があるとですね。なるほど。僕はもうすごい気にしちゃう方だから、そうやってこう名刺を気をつけるじゃないですか。だからその時にやっぱ相手がすごいちゃんとした姿勢とか、すごいこう気づきとか、先ほど言ったようにすごい目を見るとか、ちゃんとこう自分を覚えてもらうのに、ファーストインプレッションすごいいいとか、でなんか聞き方が上手だなとかと思うと、この人やっぱ仕事できるなと思って、こういう人に担当してもらいたいとか、こういう人と仕事したいとかってやっぱ自然と思いますし、取引するんであっても、誰をってなったら、その人がいいかなと。やっぱなりますし、結局みんなもやっぱ感じるのあると思うんですよね。でもそれがね、例えば、こんにちは、何々と申します、つって、それに片手とかで渡されたりとかね。まああんまないですけど、さすがにみんな両手とかで渡しますけど、なんかやっぱりこう、表面上は両手で渡すとか、ね、なんかそういうことをしてたとしても、それをすごいきちっとやってる人は逆に気づくんで、すごいこれは仕事できそうだなとかできるなとか思うんですよね。これプラスじゃないですか。確かに。で雑すぎると、ちょっとなんかこの人微妙かなとか、例えば逆に名刺の出し方もなんか上からファンみたいな感じで出されて、僕が下から出しても全然気にしてないというか、気づきもしないとか、っていう感じの人でなると、仕事はもしかしたらできる可能性はゼロじゃないですけど、でも細かいこととか、目配り、気配り、心配りとか多分できないんだろうなって思っちゃうんで、そうなりますよね。なるほどね。ありがとうございます。まとめるとですね、挨拶とか名刺交換って相手に与える第一印象を決める大事な場面だということをやっぱりちゃんと認識をしてやると。しっかり目を見る、覚えてもらう工夫をする、相手に喋ってもらう、質問してもらうことで多分プラスになりますよ。多分というか絶対プラスになりますよね。ですからもう言ってる通り覚えてもらう、ね、いい印象を持ってもらうっていうのがこの2つでできますから。そういうことを繰り返していくと、どこかでやっぱりいい人間関係に出会ったりとか、もっと言うと可愛がってもらったりとか、何かあった時にチャンス、機会もらえたりとかってすると思いますよ。ありがとうございます。挨拶とか名刺交換とかは、もう言っちゃえば今日から実践できることだと思うんで、ちょっと
意識してやっていきたいと思います。はい。はい。ありがとうございました。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて大変励みになります。この動画が気に入った方は、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。